ようございます。ミントです。リナです。8月7日金曜日、海外テックニュースです。今朝は5本です。トップは、AI が一から設計した遺伝子が実際に働くウイルスとして確認された研究がサイエンス誌に掲載されたというニュースです。今朝は AI が実際に何かを作り始めた話と、それを社会の側がどう扱うかという話が並びます。順にお伝えします。アメリカのスタンフォード大学とアークインスティチュートの研究チームが AI で一から設計したウイルスの遺伝子が実際に機能することを実験室で確認した研究をまとめ、サイエンス誌に掲載されました。使われたのはエボと呼ばれる遺伝子の配列を学習した言語モデルです。研究チームによると、設計した302個の候補のうち16個が大腸菌に感染して増えるバクテリオファージとして働きました。バクテリオファージは細菌にだけ感染するウイルスの一種です。16個のうち13個は基地の自然の配列にはない変化を含んでいて、一番離れたものは最も近い自然のウイルスとの一致率が 93.0% でした。この研究自体は去年9月にプレプリントとして公開されていたもので、今回、査読を経た論文として世に出た形です。一から設計したウイルスと聞くとドキッとするんですが、人に感染する心配はないんでしょうか？研究チームの説明では、対象は人にも動物にも感染しない大腸菌の実験用の株だけで、AI の学習データからは、人に感染するウイルスの配列をあらかじめ取り除いてあるとしています。実験も専用の封じ込め設備の中で行い、機材を持ち出さない手順を取ったとしています。一方で、同じサイエンス誌には、ジョンズ、ホプキンス大学の健康安全保障センターのイングルズ B 氏らによる論評が合わせて載りました。論評は、生成的なウイルス設計ができるかどうかは、もはや論点ではない、とした上で、人や動物、農作物の病原体に同じ技術を使うことは法律で禁じるべきで、遺伝子配列を合成して届ける業者には、注文の中身と注文者を確認する義務を課すべきだと提言しています。まだ決まっていないのは、こうしたルールを各国がどう作るのかという点で、現時点で具体的な法制化の動きは示されていません。続いて、ロボットをめぐるアメリカの規制です。アメリカの連邦通信委員会 FCC が7月28日に公表した文書によると、外国製の先進的なロボット機器が通信サプライチェーンの安全保障上の要注意機器リストに追加されました。一部の報道はこれを輸入禁止と伝えましたが、FCC の文書で決まっているのは、新しく FCC の機器認証を取得することの禁止です。アメリカで電子機器を新たに輸入したり販売したりするには、この認証がほぼ前提になるため、結果として新型モデルの投入が難しくなる、という仕組みです。対象は、市場を動けて、遠隔操作か自立で動作し、重さ約2キロを超え、センサーと通信機能、それに AI のソフトウェアを積んだ機器で、人型や四足歩行のロボットが含まれます。ネットにつながる、いわゆるコネクテッドカーや鉄道車両、ドローン、無人の潜水機、義足や車椅子を含む医療機器、それに床に固定した産業用ロボットアームは、明示的に除外されています。今持っているロボットが急に使えなくなるということもあるんでしょうか？ FCC の文書には、すでに認証を受けた機器を遡って無効にするという記載は見当たりません。このリストの精度は、これまでのドローンや通信機器の例では、遡って聞かせない運用だったとされています。背景には、ホワイトハウスが招集した省庁横断の機関が7月27日付で出した安全保障上の判断があります。条文そのものは製造国を書き分けていませんが、対象になりやすいのが中国製のロボットであるため、多くの報道は中国製への依存を減らす狙いだと受け止めています。対象となり得る中国のメーカーや中国政府からの公式な反応は、現時点では確認できていません。ただはっきりしないのは、発行日を示す一文が文書内に見当たらない点と、国防関連の部局が、この機種は問題ない、と個別に判断した場合の除外手続きが、実際にどう運用されるのかという点です。次は、働き方の調査です。調査機関のエポック AI と世論調査会社のイクソスが8月6日に公表した共同調査によると、アメリカで働く成人の 20% が、以前は同僚や外部の委託先に任せていた仕事を、今は AI が代わりに言っていると答えました。調査はオンラインのパネルを使い、7月10日から19日にかけて、雇用されているアメリカの成人1106人を対象に行われました。この 20% は、働いている人全体を分母にした割合です。AI を使う人だけに絞った数字ではありません。同じ調査では、およそ半数が職場で何らかの形で AI を使っていると答えています。仕事が置き換わった分だけ、人の出番は減っていくということなんでしょうか？調査には、逆向きの数字も出ています。直近1週間に AI を使った人のうち 15% が、AI を使ったことで新しい仕事が生まれたと答えました。つまり、仕事が移った人と仕事が増えた人の両方がいる状態です。ここで注意したいのは、この調査が本人の自己申告であるという点です。
実際に人員が減ったかどうかを企業側の記録で確かめたものではありません。また、対象はアメリカの就労者で、日本の職場にそのまま当てはまる数字ではありません。まだ分かっていないのは、置き換わった仕事の中身と、それが一時的なものなのか定着するのかという点です。続いて、ロボット企業の上場です。中国のロボットメーカーユニトリーが8月6日、上海証券取引所のハイテク企業向け市場、スター、マーケットでの新規株式公開の価格を1株150.8元に決めたと CNBC などが伝えています。この価格による会社全体の評価額は約610億元、日本円にすると1兆円台の前半です。発行するのは4000万株で、上場後の株式のおよそ 10% に当たります。引き受けに加わる戦略投資家には、AI 企業のディープシークも名を連ねています。集めたお金は、ロボットそのものを作るために使われるんですか？会社の計画では、調達額のおよそ半分を超える20億元以上を、ロボット向けの AI モデルの研究開発、つまり今後3年間のモデルの訓練に充てるとしています。残りをロボット本体の開発と自社工場の建設に使う計画です。工場は浙江省杭州市に新設し、人型ロボットを年間7万5000台、四足歩行ロボットを年間11万5000台作れる規模を想定しています。現在はすべて外部に生産を委託していて、自社の生産設備を持っていません。この会社をめぐっては、先ほどお伝えしたアメリカの規制の対象にも当たります。まだ公表されていないのは、実際に取引が始まる日で、申し込みの受付は8月10日からとされています。最後は、量子コンピューターの話題です。カナダの D-Wave ブクアンタムが8月上旬、ネイチャー誌に掲載された査読済みの論文をもとに、量子コンピューターの計算の正確さを高める成果を発表しました。デュアルレールと呼ばれる、一つの情報を2つの部品に分けて持たせる構成の量子ビットで、2つの量子ビットを使う演算の正確さがおよそ 99.9%、1回あたりの所要時間はおよそ500ナノ秒だとしています。量子コンピューターは計算の途中で誤りが起きやすく、それを訂正するために予備の量子ビットを大量に用意する必要があります。同社は、今回の方式でその予備の数を大きく減らせる可能性があるとしています。これは、量子コンピューターが実用に近づいたということなんでしょうか？同社が示しているのは、2032年までに論理的な量子ビットを100個備え、100万回を超える演算ができるシステムを作る、という道筋の一部です。今回の数字は、その部品にあたる部分の性能で、システム全体が出来上がったわけではありません。また、発表元は上場企業で、投資家向けの側面もあります。第三者による追試の結果は、現時点では示されていません。なるほど。部品の性能が上がったという段階なんですね。以上、今朝の5本をお伝えしました。今日の5本を並べると、AI が文章や絵だけでなく、遺伝子や仕事の割り振り、ロボットの中身まで作る側に回り始めていて、その一方で、どこに線を引くかを決める作業が同時に始まっているのが見えてきます。明日の朝も、海外のテックニュースをお届けします。海外テックニュース、ミントと、みなでした。良い一日をお過ごしください。